こんにちは。こんにちは。今回は願ってるについてお伝えしていきます。文字見ないとわからないと思うんですけど、願うという漢字を使った願ってると、ネガティブのネガというカタカナを使った願ってるを組み合わせてみました。願ってると願ってる。願う方の願ってるはいいけど、ネガティブの願ってるはダメって話？いいえ。違うの？じゃあどういう話ですか？願う方の願ってるって、例えばだけどさ、幸せになりたいと願うみたいな言い方するよね。そうですね。はい。で、幸せになりたいと願うって、そう思う状態。つまり、幸せになりたいと願っている私って状態が永遠続くっていう意味で、裏返せば、幸せになりたいと願う不幸な私ですと言ってるのと同じなんですよね。よく聞くよね。何々したい、なんかウォントの状態は、そのウォントがずっと続くみたいなね。はい。潜在意識はそう思うからそうなるですよね。彼とラブラブと思うからラブラブになるという法則があります。そう思うのところに幸せになりたいと思うを入れると、幸せになりたいと思っているわけですから、幸せになりたい状態が続くみたいな感じなんですね。そうか。だからそう思うは先の思いを決めようってよく言うのはそういうことだよね。はい、そうです。彼とうまくいった後の先の自分はどうなっているか。そっか。ってことは幸せになりたいっていうのはダメで、先の先ってことはすでに幸せな私ならいいってことだよね。いるるさーん違うの？そうだよね。いや、これね、めぐる昔は単なる言葉尻の問題だと思ってたんですよ。幸せになりたいイコール何々したい、wantだからダメ。幸せな私イコールすでに幸せだから OK みたいに。はい。違うの？はい、違うっていうか、今、自分がどういう状態であるかっていうスタンスが問われてると思うんですね。スタンス？はい。幸せな私ってブツブツつぶやいた直後に、彼の SNS をチェックしに行って、他の子が写真に写ってないか確認してさ、無理じゃんと落ち込んだりとか、写ってなかったまだ大丈夫でほっとするみたいな人ってどうなんですか？それって本当に幸せな私と言えますかって話なんですよ。そうだよね。そうやって SNS を見て落ち込んだ後で、やばい、これじゃあ叶わないって思って、幸せな私ってブツブツ繰り返して言うっていう感じになっちゃうもんね。そうなんですよ。これって幸せな私と願って、やっぱ幸せじゃない私と願ってるってことになりませんかね。ちょっとここで願ってると願ってるをぶち込みましたけどね、今。願って願る。でも本当に願って願るだよね。そうなんですよ。しかもこのチャンネルって潜在意識チャンネルで願望実現なので、願いを持ってる人が来てくれるチャンネルだと思うんですね。だけど実際には、彼とラブラブになりたい私って、願いを持ってる状態じゃなくて、すでに彼とラブラブな私っていう、当にかなった私っていう状態の方が、何かとうまくいく可能性が高いかなと。で、そう考えると、願ってるも、願ってるも、どちらもいらない。願って、願るは、どちらもポイ捨てということになります。でもそうだね。彼とラブラブになりたいと願う私が願った直後に、
もう絶望だって願ってる私になるって、もう最初からずれてるというか。そうなんですよね。でももちろん幸せと思えなくてもまずはやってみるっていうのはありだと思うんですよ。仮に1万回でも言えば最初は嘘でも最後は幸せとしか思えなくなるみたいな人も中にはいると思うので、そうだね。もちろんダメなことなんてないんですけど、そう言ったらこの動画の意味もあんまりなくなりますよね。そうなんですよ。とにかく頭の片隅に入れておいてほしいのは、少なくとも彼とうまくいっている自分が幸せになりたいって思いを設定するってことはありえないっていうことです。彼とうまくいっているなら、すでに幸せで毎日楽しいみたいな発想にしかならないと思うわけですね。ここが大事です。その意味で先の先を決めてねって言ってるんですね。そうだね。その先の先を決めるっていうのは、彼と復縁した自分はすでに楽しい毎日を送ってるから、そんな自分だったらどんな風に過ごしてるかなみたいなことを考えるってことだよね。そうです。だからめぐるは動画で割とずっとあり方を決めてねって言ってるんですよ。あり方。はい。幸せな私ならどうしているか。さっきも言いましたけど、彼とすでに復縁してラブラブならどうしているか。すでにラブラブなら復縁って言葉もどうでもよくなってるはずですし、すでにラブラブなら今日の楽しみ、今日の幸せを彼と一緒に感じるみたいになってるように思うんですよね。もちろんそのあり方っていうのは一人一人違うので、そこはご自身で考えればいいと思うんですけどね。そうですね。例えばお互いの仕事を尊重し合いたいなら、そういうあり方になるだろうし、そこはもう一人一人違いますよね。もう全然違うと思います。ただ、あり方に共通しているのは、幸せってことかなとは思うんですよ。不幸な私がいいってあり方を決める人あんまりいないんじゃないかなと。そりゃそうだよね。で、そう仮定したとして、そのあなたの言う幸せというのは、今この瞬間に感じられますよね、と思うわけです。あり方としての幸せ。はい。復縁したい彼と尊重し合って幸せな私みたいにあり方を設定した人は、今彼はそばにいないから、今この瞬間にはさ、感じられないじゃん。いるるさー2回目。2回目にもなりますよ。ちょっとこれ本当に大事。彼とのあり方を決めたとしても、要するにそれってさ、今言ったことって、幸せな私でも良くないですか？そうだけど、彼と尊重し合って幸せな私だから、ちょっと違うよね。いやいや、ちょっとイルルさん、それは違う言い方をすれば、彼がいなきゃ幸せじゃない私だよ。そう。いや、そうじゃないでしょと。仮に彼とのあり方を決めようが何しようが、あくまでも私じゃないですか。幸せな私でしょ？彼がいるから幸せ、いないから不幸じゃなくて、本来は彼がいてもいなくても幸せな私のはずなんですよ。いやー、ほんとそうだね。はい。で、幸せな私というのは今この瞬間にあるんですよ。そうですよね。なんか幸せって聞くとつい何かごちそうを食べるとか、いいホテルに泊まるとか、イケメン彼氏にチヤホヤされるとか、こう幸せの型みたいなのがあるように感じる人もいるかもしれないけど、別にそんなことじゃないんだよね。はい。今この瞬間に感じる幸せっていっぱいあるんですよ。自分でコーヒー入れて飲んだ朝とかさ、飲んでたら小鳥がピーチクパーチク言うのが聞こえたとかさ、なんだっていいんですけど、そういう幸せを感じられるはずで、その目の前の幸せにまずは敏感になっていかないって思うわけですよ。でも本当にそうだね。どうせ毎日過ごすなら、今ないっ
と思ってる幸せを追い求める幸せより、今あると思える幸せを感じる方がいいもんね。そうですよ。今あると思える幸せを感じていくってことは、ある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 を見つけることと同じなので、ゆくゆくは、結果としてすでにあったねみたいな感覚になれるかなと。その頃には復縁したい太郎となんて朝飯前にうまくいってますよ。そうだね。今、目の前の幸せってすでに当たり前すぎて忘れがちだけど、たまには意識して、そもそもお家があってご飯作って食べれて好きな音楽聴けてみたいに思えば、ありがたいことだらけでもありますよね。本当そうです。はい。はい、それでは今日はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。